トロピカルトロピカーナトロピカレストトロピカルクルーズが始まります。っていうくらい映画たくさん見とれていたらカメラ落としちゃった。それが事件の始まり。大迫力のナイトマンタ、これが噂のぐるぐるマンタだ。朝7時、目覚めてみると南国の海のど真ん中ではなく、まだ空港のある島の目の前にいました。なぜならここで潜るからです。クルーズ船から直接海に入るのではなく、機材はすべてドーニにセットしてあり、ダイビングはドーニで行います。1本目のポイントは港の入り口、島の土手のすぐ前です。ここには漁船がさばいた魚のゴミを捨てるので、それを食べにいろいろな魚が集まるのです。モルディブでのダイビングが始まりました。クルーズ船には20人の客がいて、そのうち11人が僕ら日本人。それを男性チーム5人と女性チーム5人に分けたのですが、カッシーさんはしれっと女性チームに入っています。今日の僕のチームのガイドはスリランカ人。肉食魚が集まる餌場になぜかプランクトン食の群れ旗立て台。早くもオグロオトメエイが現れました。それも数匹います。このエイはインド太平洋の熱帯海域に広く分布し、浅めの砂地に多いとされています。下側にある口で餌を砂ごと吸い込み、目の後ろの噴水口から砂だけを吹き出します。なんか除雪車みたい。プー。横から見たところ UFO みたいな泳ぎ方もするのですね。上の個体のように尻尾をなくしているものもしばしばいます。一般には再生しないとされているようですが、ごく小さい時になくした場合は再生することもあるようです。しかし尻尾についている毒針は何度でも再生します。エイはサメの格好の餌食である上、繁殖力も弱く、その多くは絶滅が危惧されているとても弱い種です。ダイビングでもたまに見かけるといった程度で、本当に数が少ないことを実感します。こんなに多くのエイを見られることはそうあることではありません。モルディブでは輸出を禁止するなど観光資源として保護しています。これは珍しいのではないでしょうか。オジロエイです。その名の通り尾が真っ白で、これが本当の面白いって、そういうの間に合ってますか。おや、この尻尾は段差もあってかなり短いので再生したものかもしれません。オジロエイにオグロオトメエイが絡み始めました。でもオジロエイは怒るでもなく気にしていない様子。仲良しなんですかね。すごい数が集まってきました。この時は確かに僕のチームはエイの上にいたわけです。アクションカメラに切り替えた途端、僕はメインのカメラを落としてしまいました。振り返っているのはエイを追っているのではなく、落としたカメラを探しているのです。僕のカメラは中性浮力ゼロなので、沈みも浮かびもせず漂っているはずです。今落としたばかりなのでそんなに遠くへは行っていないはずですが、 A の下に隠れてしまったのでしょうか。
ありました。たまたま通りかかった別チームのカッシーさんが拾ってくれました。ありがとう。しかし投手度が悪いことも相まって、この隙に僕のチームはどこかへ行ってしまいました。仕方がないので、この後はカッシーさんのチームに合流。これが1回目のロストです。チームとはぐれたまま船に戻るなんて初めてのこと。何か言われるかと思いましたが、全く話題になることさえありませんでした。どうやらロストされたら完全放置というのがモルディブのスタイルのようです。やっと朝食です。と言ってもまだ午前9時。この船での食事は常に6品が出されます。朝食ではさらに卵をリクエストできます。中華風ですが、おかゆが嬉しかったですね。僕たちが朝食を食べている間、船は全力で西へ突っ走ります。どうには外海もずっと自力でクルーズ船を追いかけます。首都マーレの西60キロにあるラズドゥ環礁に到着。前方の島がラズドゥ島、北にある島がマディバルー島です。ここが2本目のポイント。チンアナゴが群生していますが、そんな小さなものには目もくれず、チームはどんどん突き進みます。いつもは大人気のカメもモルディブでは華麗にスルー。インド洋には固有の蝶々魚がたくさんいます。これはその一種、サドルバックバタフライフィッシュ。同じくブラックピラミッドバタフライフィッシュ。この時突如異変に襲われました。ホンソメワケベラが耳掃除してくれたのですが、これ結構痛いです。リラックスして真っ黒になっているツバメウオがやってきました。人間に絡むのに全く警戒していないのですね。僕らのチームに合流したつもりのようです。こちらでは顔役たちが何やら会議中。お目当てのものがいました。ここはオグロメジロザメがたむろしているところなのです。このサメはお腹に子供を抱えているようです。背びれと尾びれの先が白くなっていて、眠り深と紛らわしいですね。これは別の個体ですが、こちらも背びれの先が白くなっています。残念ながらあまり近づくことはできませんでしたので、目いっぱい拡大しています。当たりとは言えないものの、サメに会うことはできました。浮上するとどうにが猛スピードで向かってきます。船に戻れば昼食です。食事は僕にとっては辛いものガチャでしかありません。辛そうに見えないものもしっかり辛かったりします。食後はお昼寝の時間。船の中では結局寝てるしかないんですよね。その間に船は南西へ20キロ移動します。3本目のポイントはハフザティラ。ティラとは海中の小山、つまり根のことを言うようです。
前々回初めて見たと言って大騒ぎしたクロヒラアジが当たり前の顔をして泳いでいます。まだ若いサメもいますね。先ほどと同じオグロメジロザメのようです。一度出会えればそれ以降は珍しくなくなるというのはダイビングあるあるですね。クロヒラアジが向こうから近づいてきてくれました。いつの間にかいっぱいいるし。若いツバメウオの群れです。若いうちは上下のヒレが長いのですが、大人になるにつれて短くなっていきます。人間に興味なさそうな顔をしていますが、チームが行ってしまうとしっかりついてきます。山中さんがストーカーを職務質問中。ものすごくたくさんの魚がいますね。これはもしかすると珍しいかもしれません。全く赤くない宝石金時の大群。そしてこちらは梅色もどきもどき、イエローバックフュージュラーです。頭まで黄色いのが特徴です。これが本来の色の宝石金時。海の中では赤は見えなくなるので、光を当てないと黒く見えます。しかし明るい色のものもいますね。体の色を変えることができ、砂地では白っぽく、岩場や夜などは赤くなるようです。いつの間にかツバメウオの大群に囲まれていました。これもすごい数ですね。あまりに遠くてよくわかりませんが、どうやらマグロのようです。だとしたら初めての遭遇です。インド洋に広く分布するインディアンセルフィンタン、ニザダイの仲間です。岩の穴の中にはネムリブカの赤ちゃんがいました。バラクーダ、オオカマスのカップルがいます。カマスの方から近づいてきてくれるなんて初めてです。モルディブからスリランカあたりまでという狭い海域に生息する固有のクマノミ、その名もモルディブアネモネフィッシュ。名前があまりにそのまますぎてみんなずっこけていました。もしかすると世界初かもしれない浮上の瞬間を自撮り。浮上してみるとバックに暗雲が立ち込めています。あれはスコールです。あまりにもアラちゃんの人生を象徴しているではありませんか。今3本目が終わりましたが、天気が悪くなって風が出てきてすごく寒いです。しかし人徳でしょうか。船に戻る頃には天気も良くなってきました。おかげでナイトも潜れます。食事は後回し。なぜ夜に潜るのかというと、このように強いライトをつけておくことですごい数のプランクトンが集まり、それを食べにマンタやジンベエが来るからです。
じゃあこの真っ暗な中、これからナイトマンタに行きます。初日いきなり4本目ナイトマンタです。ポイントはマーヤラグーンといってもサンゴも何もないガレ場です。潜ってすぐにマンタが挨拶に来ました。海底に水中ライトを上向きに設置します。するとそこに集まったプランクトンを食べにマンタが回ってくるという仕組みです。ほらライトのところ、このつぶつぶがすべてプランクトンです。ライトの列に沿って食べていきます。ここのマンタは決して人間にぶつかりません。ちゃんと人間を認識しているということです。なのに昼間はこんなに近づくことはないのに、夜はお構いなし。決して触ってはいけませんが、場所や個体によってはマンタの方からぶつかってくることさえあります。そしてマンタの得意技、宙返り。マンタの舞をたっぷりご覧ください。
あっという間に46分経っていました。最後はぐるぐるマンタで締めくくってもらいましょう。ナイトマンタすごかった。一番楽しかった今日。感想はどうでしたか？大きかった。大きかったね。畳3畳ぐらい。ナイトマンタ初めて初めてです。どうでしたか？感想は？迫力満点で楽しかったです。はい、あなたは初めてじゃないですか？僕も初めてでした。めっちゃ感動しました。目の前をうわーってぐる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 回ってきて、ありがとうございます。はい、ナイトマンタ終了しました。すごかったですね。とってもサービス精神旺盛ないいマンタでした。まだ宙返りを続けているのが船の上からでも確認できました。ライトオフ。夕食もまた辛いものガチャです。昼食と夕食では内容が特に変わるということはないようです。食べたら寝ます。潜る、食べる、寝る。ダイビングクルーズはこの繰り返しです。カッポレカッポレ、甘茶でカッポレ。白いカッポレは初めて見ました。黄色いくせに赤姫路とか、次回は質より量で勝負する魚たちが目白押し。さらには自分で操縦するドローンに襲われちゃう変な人とか、夜の砂浜で踊り狂う怪しい人たちもご紹介。9月からは各週の更新となります。次回は9月13日です。